も、旅猫 Vlog です。ただいま熊本に来ております。九州初めて来たな。はい、今回は2泊3日で楽しもうと思っています。ちなみに東京から熊本まで飛行機15,500円。熊本駅までシャトルバス1000円。交通費がいたたた、ですよ。旅行でかかるのは交通費が大半だもんな。早割使ったりセールをうまく使わないとだな。そうなんですよね。とりあえず今回は2泊することもあって、なかなかな合計金額になっとるんですよね。最後の合計金額もお楽しみに。では一旦熊本駅まで向かいましょう。旅猫 Vlog。熊本駅に到着です。そして今回のお宿は駅前にある、スーパーホテル熊本駅前天然温泉です。一泊9,500円。もっと安いカプセルホテルなかったか？今回の旅、ほぼ長距離移動メインなので、しっかり体を休める場所を選んじゃいました。広々したいお部屋ですね。今回ハード工程のスタートとしては上出来です。ちなみに今回のルートはこんな感じです。本日は熊本駅前のここへ泊まり、明日2日目は猫島湯の島に向かいます。その後は天草市内へ移動して1泊、3日目はイルカウォッチングに向かって、帰りは天草空港から福岡空港に行き、福岡空港から東京へ帰宅するルートです。てか詰め込みすぎじゃないか？徒歩車だとバスの時間が結構シビアですからね。それと九州方面なんてそんなに来れないから、行きたい場所には行っておきたいじゃないですか。よし、本格的な移動は明日からですが、熊本来たなら、熊本城を少し見に行きましょうか。歩ける距離なのでテクテクしていきましょう。まあ 2.5 くらいなら散歩にはちょうどいいな。旅猫 Vlog。熊本城だ今回時間的に城内までは難しそうなので、近くまで行って外観だけでも楽しみましょう。学生王。さすがザ観光スポットだな。他にもツアー団体さんや、ファミリーもいっぱいいましたね。そしていっぱい写真も撮りました。熊本城の写真か？城の写真ももちろんいっぱい撮りましたが、頼まれて知らない人の記念撮影も撮ってました。霊夢昔っから声かけられやすいよな。自分から手伝いますか？っていうこともあるけど、基本的に話しかけられること多いんですよね。隣にいたおばちゃんおじちゃんとか、唐突に話しかけてくるしね。あと目の前の弁当屋で買ったであろう。ぜんざいの白玉をあんしてきたり。いや、それはない。いや、本当にあったんですよ。横見たら、白玉乗せたスプーンをあんって、おばちゃんが、食べさせようとしてくれてたんですよ。それ霊夢どうしたんだ？私。って聞いたら間違いなかったみたいなので、いただきました。食べたんかい。良い子のみんなは真似しないでね。そもそもそんなシチュエーションないって。食べ物の話をしていたらお腹空いてきましたね。ホテル近くで何か食べましょう。ということでホテル横にある居酒屋さんに来ました。せっかくなので熊本名物を食べたいですね。本当に霊夢は花より団子だよな。熊本城も外観だけしか見てないしな。間近で見れただけでぶっちゃけ満足です。さあって、たっぺよ。馬刺し3点盛りと肥後3点盛りにしました。ちなみにお酒は飲まないのでウーロン茶です。お茶なんかい。馬刺しも寝ちゃうまで。特に山ウニ豆腐は個人的にヒットしました。からしれんこんも実は食べたことなくて、良い経験ができましたね。旅猫 Vlog。おはようございます。朝ごはんがっつり食べて、今日は猫島に向かいます。駅前バスでサンパールという場所へ向かいます。1時間半くらいかかって1340円ですね。そこから近くのフェリー乗り場、海老戸港から湯島へ渡ります。当時フェリー往復1200円だったが、今は値上がりしているようなので要確認だな。熊本の猫島、湯島が見えてきましたね。別名、談合島と言われることもあるみたいだな。談合島？天草と島原の一騎軍が戦略会議した場所から、そう言われているみたいだな。そういえば天草資料館とかありましたよね。この辺りはゆかりの地なんですね。ゆかりの地というか、天草四郎ぐらい霊夢知ってるだろ？飛天三剣流の天草正吾？それ、ルロケンアニメオリジナル。あ、ハートの木だ。あれは暴風林としての役目の赤宝樹だな。ハートの木はフォトスポットになってるみたいだな。湯島到着です。お出迎えにゃんこがいますね。かわよー。
結構上陸する人が多い島なんだな。そうですね。いっぱい降りてきて、みんなニコニコ猫見てますね。この人ったらしめ。港前ですが猫ちゃんはちらほらですね。首輪をつけてるから飼い猫かな？観光客だけじゃなく、島の人も猫ちゃんに優しくて、いい雰囲気ですね。お？どうしたあのお兄さんラブなんですかね？いいなぁ、私もお兄さん。って足元めがけてスライディングゴロゴロ一緒にかまそうかな？警察の人を、不審者がいますよ。毛並みが綺麗な黒猫ちゃん。この子も首輪つけてるし、結構飼い猫多いのかな？っていうかレイムカメラ下手すぎ。名簿。湯島の猫神様ですね。デザインが素敵ですね。目立つ募金箱があるな。島猫の医療や健康のための募金らしいですね。とりあえず少ないですがチャリーンしておきましょう。パンパン。いや、お賽銭ちゃう。お出迎えにゃんこがずっとそばに来てくれますね。餌目的かと思ってたが、どうやら甘えん坊っぽい感じだな。もふもふして柔らかいですね。かわよー。いやー甘えん坊にゃんこは大歓迎ですね。はわわわー、めっちゃ可愛く泣くじゃないのよー。やばいなこれ。かわよー。てか可愛すぎー。こんなに甘えん坊でキュートな声出されたら、さすがにズッキュンしちゃった。本当にそれなですよ。本当に。うっし、ちょっとベンチに座らせてもらいましょうかね。すでにベンチ休憩中の先客もいるな。お、この子もさっき見た茶猫ですね。そうだな。さっきの子と首は同じだもんな。あわっぱおう、迷いなく膝上に乗ってきたな。なんてこったい、嬉しすぎるー。ってカメラがまあいっか。しかも落ち着こうとしてて草。猫ちゃんに好かれるよう朝のズボン履いてきてよかった。猫って朝生地が好きなのか？すみません。勝手な私のイメージで言ってます。そのまま爪研ぎされちゃえ。太ももの上ではご勘弁を。ポジション変更して、安定できる姿勢探してるな。そんなにくつろいでいただけるとは思ってなかった。嬉しいよ。猫好きの人にはきっとこの喜び伝わるはず。あと動物の体温感じるとなんだか眠くなってくるのも伝わると思う。私にはちょっとわからないな。湯たんぽみたいな感じか？感覚的には近いのかな？そういえば湯の島ではおやつ OK みたいです。島によってはダメなところもあるから注意してくれよな。ちなみに私は体に良さげなおやつを選んできました。乳酸菌入りとかなんとか。むしろお通じが悪いレイムが食べるべきだな。だとぶっちゃけ自分でも思ってたわ。思ってたんかい。でも猫用味より匂いがちょっと強くて手が出せないかなって。いや、猫用食べずに人間用の乳酸菌食事取ればいいだろ。餌に釣られたのかだんだん増えてきたな。君もおやつどうぞ。落としちゃった。何してんだレイム。いや、違うのよ。隣のにゃんこがカバンの中に顔突っ込んでくるから静止してたのよ。あとあれですね。手であげるとうまく食べれないみたいですね。それはレイムが下手なだけだな。知ってた。おや、凛々しい雰囲気のにゃんこさん、おやつどうぞ。コロンっていうお菓子みたいな形状のおやつなんですが、結構食べづらいのかな？このにゃんこも食べるのがおぼつかない感じはするけどな。あとは目やにや鼻水が多い子がいるから、鼻が利きづらそうでもあるよな。右の子めっちゃ鼻水ついてますしね。とりあえず教訓として、次回猫島行った時はもっと食べやすそうな小さめのおやつにしておきます。
ちなみに休憩所の隣には猫ハウスもあります。島民も猫を大事にしているんだな。お休み中の子が何匹かいますね。ハウスの中の子はそっとしておきましょうね。さて、そろそろ他の場所を見に行きましょうか。港沿いに結構猫がいるな。みんなおのおのくつろいでいますね。尻尾ピーンってしてますね。尻尾立てて近づいてくれる子は友好的ってネットには書いてあったな。めっちゃ友好的。なんだかんだ周りにいた猫たちも集まってきたな。こう見比べると積極的な子はまだ幼い感じがするな。そうですね。無邪気さが感じられて可愛いです。そういえば今気づいたんですが、ちょっと病気がちな子も毛並みはすごく綺麗ですよね。そうだな。毛並みもボロボロの子がいないわけじゃないが、基本みんな綺麗だよな。あと左の子は目が見えないのかなって思ったらちゃんと見えてるみたいですね。ではまたちょっと先に進みますかね。もう遠目からでもわかるくらいにおちこちに猫が見えてるな。今回島の滞在時間としては2時間くらいしか入れないのですが、こんなにも猫が至るところにいて、寄ってきてくれると時間が足りないですね。っていうかレイムの旅行程、いっつもぎゅうぎゅう予定にしすぎなんだよな。よく周りにも言われてるから自覚してるんですけどね。一緒に行くとハードで疲れそう。だから一緒に行く人いなくて一人旅なんだな。私は望んで一人旅なの。自由気ままに赴くままにパンパンのスケジュールで楽しむの。まあ旅でやりたいこと、したいことが合わないと妥協して、後悔も確かにあるけどな。一応言っておくけど、人と旅行に行くときはちゃんと相手に合わせてるからね。そうなのか。でもマリサと行くならハード工程でもいっか。人に合わせるとは？シャム猫かな？容姿なでなで。かわいいねー。君もなでなでー。毛並みが気持ちいいねー。はい、こっちもなでなでー。なでなでラッシュはロタ。全然嫌がる素振りないですからね。君もなでなでじゃー。わらわらしてもふもふしてレイムご満悦だな。猫島に来て求めてるのは、この触れ合いの醍醐味です。猫カフェじゃダメなのか？猫カフェも人慣れしてる猫がわらわらして、もふもふして、ってイメージだけど。猫カフェにもよるかもしれないですが、そんなに寄ってこないイメージあるんですよね。猫から集まってきて、必要とされて承認欲求満たしたいので、やっぱこういう島猫がいいですね。おっと、これ、承認欲求満たされる引きくれてて草。大量行列じゃそれは言い過ぎ。白と黒の2匹。オセロとチェスト予防か。勝手に命名するな。しかも単体行動するとき、単色猫だから白黒関係ないだろ。しかしこの雰囲気いいですね。このほのぼの感、まったりします。最近、猫とじいちゃんという漫画のおすすめが出て、サンプルしかまだ読んでいないのですが、まさにこの空気感、絵柄も優しくて、可愛くて、全巻買って読んでみようと思います。おすすめです。全巻買って読んでないのに、おすすめもどうかと思うが、サンプルでわかるほどのヒットだったんだな。私、漫画大好きなんですが、沼にはまりやすいタイプなんですよね。なので連載が終わった漫画や読み切り漫画を好むんですが、癒されるおすすめの猫漫画とかありますかね？急な米稼ぎオツ。何か新しい建物がありますね。右側は湯島公民館で、左側は上山草市湯島交流施設。シーグラスだな。交流施設シーグラス。湯島への移住定住や島の活性化を目的とした新設施設で、移住定住を希望する方が利用できる、お試し居住スペース。希望すれば誰でも利用ができるシェアオフィス、コワーキングスペース、あと公共トイレの役割。3つの機能を合わせ持つ複合施設らしいぞ。へえ、確かに島暮らしを移住前に経験できるって大事ですよね。ちらっと見えたが、お試し居住かシェアオフィスかわからないが利用者はいたな。内装も綺麗そうだし、気になる人は検索してみてくれ。開けた休憩スペースがあったので、そこで猫と戯れましょうかね。天気もいい感じの晴天だし映えるな。ちょっとこの画角だと見えませんが、海も見えていい場所です。風も気持ちいいし、本当に穴場スポットだな。
でもって、霊夢は手で上げるのやめたんだな。手の上で上げたい気持ちはあるんですよ。猫の口の感触とか、ザラッとした舌とか、軽く歯が当たる感じとか、めっちゃ幸せを感じるんですが、みんな食べにくそうにしちゃうんで、さらには食べにくいからか手の肉を食われそうになるんで、霊夢の手、ムッチムッチしてるから食べやすそうだよな。悔しいけど本当にその通りなんですよね。手のひら噛みちぎられるのはさすがに勘弁なのでね。時々手にしちゃうけど。おお、ついてくるついてくる。湯島は甘えてくる子が多くていいな。甘えん坊大歓迎です。はあ、もう警戒心なく寄ってきてくれちゃうと、なでなでもふもふからのハグして、猫吸いしてワッシャー、したくなる。でもって顔を押し付けてぐしゃしゃしゃ、ってしたくなるんだよ。猫が迷惑です。さすがに野良猫ちゃんや他の飼い猫ちゃんにはしないけど、猫飼ったら自制つかなくなる自信があるんですよね。適度な距離感保たないと嫌われるぞ。わかってます。わかってますよ。そもそも猫飼える環境じゃないから、夢のまた夢ですけどね。ここは湯島海水浴場ですね。この場所かはわからないが、湯島はウミガメが産卵しに来るらしいぞ。へえ、ウミガメが来るんですか。間違ってたらごめんだが、赤ウミガメが来るらしいな。ほう、なんか猫島だから猫にちょっかい出されそうなイメージあるんですけどね。産んでる時にちょっかいは勘弁だな。さて、ここまででゆっくりしていったので、港の待合所方面に戻りますか。本当はこのまままっすぐ進むとカフェがあるっぽかったのですが、往復の時間考えると、港で猫とイチャイチャいっぱいしてる方がいいかなと判断。そうだな。今回は島をぐるーっとは巡れなかったな。反対側の海岸線沿いは灯台に続くらしくて、そっちにも行きたかったんですけどね。まあ灯台登らなくても、どこもいい景色だから行くか、って考え方切り替えて諦めることにしました。しょぼん。まあ、時間が足りないから仕方ないな。すごいスリスリしてくるじゃないのー。川よ、デレデレになっちゃうな。他のキジ猫が寄ってきましたね。なんか2匹兄弟っぽいな。さっきまでデレデレで甘えてくれたニャンコ、2匹来てから塩対応になったんですけど、あんなにニャンニャン泣いてスリスリしてたのにな。若いニャンコの手前、女性を張ってるのかな。もしかしたら親猫の可能性もあって、甘えた姿は見せたくなかったとか、ただ単に興味をなくしたかも。そんな急に180度変わっちゃう。いや、猫ならありえるか。ではここからは港に向かって歩く風景映像をだだ流します。いやー、湯島には人懐っこい猫が多くて良い島でしたね。しかも向こうから来てくれて、なおかつ甘えてくれる子がすごい多かったな。そうなんですよ。甘えん坊って必ずいるんですけど、湯島はすごい多かったです。しかも、めっちゃ可愛い声でおねだりしてくるんですよね。みんなニャーニャー泣いてたな。もう、本当にね、あんな可愛い声で泣かれちゃうと動けなくなっちゃうんですよ。霊夢、ニャンコが泣くたびに、なーにって合図打ってたな。これ動物好きあるあるだと思うんですけど、会話試みちゃうんですよね。だって泣く時って何かの訴えじゃないですか。だからなーにって言っちゃう。まあ旗から見ると動物に向かって、ブツブツ喋るやつでちょっと怖いけどな。まあ人に迷惑かけてなければ問題ないでしょ。ちなみにこの間、犬の散歩しているおばちゃんがいたんだけど、ワンコが嬉しそうに飼い主ばっか見てて、歩道に立ってあるポールに直撃してぶつかってたんですよ。顔ぶつけてキューってワンコが泣いて、おばちゃんがワンコに、だから前向いて歩きなさいって言ってるのよ。何度同じことしてんの。まったくもう。ってお叱りしてて、でもワンコはブンブン尻尾振って嬉しそうにおばちゃん見てたんだよね。微笑ましくなる可愛い話だな。てかおばちゃんワンコに普通に説教してるんだな。動物飼ってる人は、話しかけるのって意外と普通なんですよ。きっと。なるほど、確かに結構あるあるなのかもしれないな。さてこ
この後なんですが、フェリーで戻った後にバスで今回の宿泊先に向かうのですが、そのあたりの動画とか全然撮ってないんですよね。なので口頭で軽く伝えると、エビト港に戻って、道の駅サンパールまで歩いて向かって、道の駅内のレストランで海鮮ユッケ丼をお昼ご飯としていただきました。1500円でしたね。で、少しゆっくりしてからサンパールから天草市内まで1時間ほどのバス移動でした。バス代は1240円でしたね。で、あとはホテル着いて、夕飯食べて、ゆっくり休ませていただきました。その話は後でまたしますね。よし、もう話すことないんだけど、どうしよマリサ。急に話題振られても知らんよ。個人的に港と猫の日常風景をよく撮れたと自画自賛してるから、もうこのまま無言で垂れ流しでもいいかな。マリサ、なんで私に確認するんだよ。私に責任を押し付けるなよな。あ、わかった。まったく。じゃあ垂れ流しにします。あ、そういえば最初の方にも言ってたけど、今までの子やっぱり毛並みが綺麗ですよね。結局喋るんかい。改めて見直すとね。ああ綺麗な白毛だなぁとか思っちゃって。まったく。そういえばネットで色々情報見直していたんだが、湯島の猫たちは一匹一匹に名前が付けられていて、ワクチン接種が行われるなど、お世話が行き届いてるらしいんだよな。それはすごいですね。猫が多い島ということで、島の活性化を目的としているからな。猫にとっての福利厚生が行き届いてると色々安心できますね。そうじゃない猫島だと、病気の子やガリガリの子が多くいたりするしな。確かに、ここではガリガリの子見かけないですね。なんならデブ猫ちゃんはいないけど、むっちりしてる子は多くいるかも。昭和世代感覚かもしれませんが、むっちりしてる子は幸せそうに見えますよね。レイムもむっちりして可愛いと思うぞ。自分に言われると素直に喜べないんだよな。擬態にゃんこ。川よ。では先ほど軽く伝えた内容通り、天草市内のホテルへ向かいます。本日のお宿はホテル、サンロードです。1泊8900円。お部屋はこんな感じでバストイレ別で快適でした。そして夕飯はホテル近くにあった、いけす山本さんでいただきます。レームにしては随分立派なところに行ったな。地元食材のご飯が食べてみたくってチョイスしたんですが、確かにいいお店の雰囲気で、自分場違いかもって萎縮しちゃいました。あといけすにくまモンいました。注文したのは幻の天草地鶏を使った天草大王叩き。あと天草地魚の盛り合わせです。萎縮してる奴が頼むメニューじゃないって。3080円となかなかな金額になりましたが、とっても美味しゅうございました。旅猫 Vlog。はい、おはようございます。3日目の朝ごはんです。今日はまた1時間ほどバスに揺られて、イルカウォッチングに行きたいと思います。バス代は580円。イルカウォッチングは事前予約して3000円でした。旅猫 Vlog。天気も上々ですね。ちょっと雲が多いが、日差しが直射しないのはいいよな。そして受付するために予約センター1号店に向かったのですが、実は1号店はここから天草イルカセンターという場所へ、各々自家用車移動だったらしいです。予約センター1号店は徒歩着想定はされてなかったようで、店舗の人に車で送迎していただきました。迷惑かけるなよな。すぎません。ということで徒歩客はネット予約した上で、天草イルカセンターにある予約センター2号店で受付しましょう。ということで天草市イルカセンターです。イルカですが、98% 会えるらしいですが、野生なので会えないこともあるそうですね。まあそりゃそうだよな。そもそも広大な海の中で野生に 98% って時点で高すぎる確率だよな。できればいっぱいで会いたいですね。他のイルカウォッチングの船ですね。いくつかのイルカウォッチングの業者がいて、長崎県側からも船が出ているみたいだぞ。なるほど。じゃあイルカたちは長崎島原と熊本天草の間の海にいるということですね。というか長崎か。長崎も行ってみたいんですよね。長崎って結構広いからな。ピンポイントじゃないと観光できなさそうだけど、どこ行きたいんだ？ぶっちゃけ色々あるんですが、やっぱ一番は軍艦島ですね。ハウステンボスとかも興味あるけど、軍艦島行けなくなる可能性ありそうなので、上陸できなくなるかもって、定期的に言われてるよな。なのでお金貯めて、来年、再来年には行っておきたいんですよね。その前に、他にも行きたい場所もあるので、動画に残せたらいいなと思ってます。さて話は戻ってイルカさんいないかな？出港10分ほどでイルカが見れるらしいからそろそろだと思うが。
イルカいました。遠いけど、だいぶ遠いな。でも結構な群れでいることが確認できますね。船もイルカが進む方向に向かい始めたな。欲を言えば間近で見てみたいですからね。なんか予想以上にいっぱいいないか？思った。イルカってそんなに群れをなしているんですね。おお。こんな近くにいっぱいイルカが。ちなみにこの子たちは南半島イルカという種類になるそうだな。バンドウイルカと比較するとやや小型で、成長すると体長 2.7 メートルほどらしい。泳ぐスピードは時速 30km ほど、潜水時間は数分ほど、深さは500メートル以上潜るんだってよ。なるほど、そうなんですね。イルカって息継ぎも潜水するタイミングもみんな一緒なんですかね。一斉に水の中潜って進むようで、息継ぎのタイミングで上がってくる群れを見つけて、比較に夜を繰り返してます。大群だと、上がってきたイルカたちも見つけやすいな。いやー、大群のイルカを間近で見れて大満足です。天気も良かったし、色々恵まれて良かったな。ここからは天草空港までバスで向かって、福岡空港経由して東京へと帰宅します。空港近くのバス停まで480円なのですが、バス停からは上り道を20分ほど歩きます。そしてこの上り道が一番この旅できつかった場所です。そんな急な上り坂の道なのか？歩道利用客がずっといなかったのか、道は背の高い雑草だらけで、進行方向は20分間ずっと蜘蛛の巣だらけ&ジョロウグモの大量発生でした。わお、木の棒ブンブン振り回しながら進んでたのできつかったですね。まあ今となってはいい思い出にはならないですけど、いい経験でした。では帰りましょうか。ご視聴ありがとうございました。